こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回はプロミニマリストと一緒に徹底的に捨て活をやってみたということで、ミニマリストシンさんのアドバイスを受けながら、もったいなくてなかなか物を減らせない私の収納を本気で捨て活をしました。アドバイスはもう目から鱗の連続で、今まで以上にたくさんのものを手放せ、そして本当に必要なものだけに厳選することができました。新さん流のすごい捨て活ルールも教えてもらいましたので、この動画が捨て活を頑張りたい、そして身軽になりたいという方の参考になったら嬉しいです。それではスタートです。本日はなんと新さんに我が家にお越しいただきました。視聴者の方にちょっとご挨拶お願いして。はい、ミニマリスト系 YouTuber として活動しているミニマリストシンと申します。よろしくお願いします。やったー。それこそ登録者さんも1000人ぐらいだった時から、はい、チャンネル登録している自称子さんなので、いや子さんだ。今まさに芸能人を見ている気分で本当に嬉しいです。そんなつもりありがとうございます。ありがとうございます。で今回はなんと、シンさんのチャンネルでも大人気企画の出張お片付けサポートを受けさせていただけることになりました。で本当にありがとうございます。私自身実は重度のもったいない病にかかっておりまして、それが捨て活を今も苦戦している理由だったりするんですけど、今回はプロミニマリストのプロミニマリストと師匠と言わせてください。師匠です。師匠もシンさんの価値観とか捨て活の基準をお伺いしながら、この機会に自分も成長したいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに今まで何名ぐらいサポートを10名以上はやってると思います。サポートを受けられた方からの反響とかってあったりしますか？でも、やっぱりもったいない病を抱えている方ってやっぱすごく多いんですけど、そのもったいないの理由みたいなものが結構面白いことに人それぞれ違ったりするので、そうなんですね。なんかその人と会話をさせていただきながら、僕の生活結構くだらない話いっぱいするんですけどなんかその人のこう抱えてるものを手放せない理由みたいなものを一緒に深掘りさせてもらって、結果的にこうなんとかその壁を越えられるように頑張って一緒にやるので、自分の中で気づかなかった障壁みたいなものが取れたって言ってくださる方とかがいて、すごい嬉しく思ってます。本当にシンさんの声かけをする都度こうどんどん捨てることに決断もできる視聴者さんの姿が私もすごい勇気になって、本当に参考にさせていただいてます。ありがとうございます。今日はめっちゃ楽しみです頑張ります。それではよろしくお願いします。お願いします。で、実際に捨て活を始めていくその前に、きっと新さん流の捨て活ルールだったり手放すものの基準みたいなものがあると思うんですが、今回それを教えていただけないでしょうか？ありがとうございます。じゃあ教えてもいいですか？教えてください。もう大前提、そのもちさんと一緒の価値観なんですけど、物をむやみに捨てればいいっていう価値観は僕は全然持ってなくて、本当に自分にとって大切なものを残す、それ以外のものは手放して楽になってほしいっていうのが大前提あります。上でもったいないとか思っている方に対してよく声掛けとして意識しているのが3つルールとしてあるので、今日はその3つをちょっとご紹介してみます。お願いします。ルール1、まずはちょっとこれどうしようかなと思った時にまず考えてほしいのが、今使っていますかっていうことですね。今使っていますか。よく聞くと思うんですけど、まず最初に本当に今使ってますかってことを問いかけてもらって、手放すか手放さないか考えてほしいと思ってます。今使っているがイエスなら残す、今使っていないなら手放すっていうのが一つのルールですね。なるほど、分かりやすい。だけど多分それで使っていませんって思ったものを全部きれいに手放せる人って少ないと思うんですよね。なんでそれを手放せないのかって言ったら、僕は2つの可能性があると思ってて、いつか使うかもしれないしっていう言い訳、そしてもったいないしっていう言い訳、それが大きく心を占めてるのかなと思うので、この後のルールでこの2つをちょっとさらに紐解いていくってことをしていきます。ありがとうございます。じゃあルール2つ目、1年以内に使いましたかって自分に聞いてみる。これはさっき言ったいつか使うかものいつかに対して制限を設けるために問いかけるルールです。
使っていますかだけだと、いや使う時もあるかもしれないしなっていうことで決められなかったりしますもんね。いつか使うかもなって思っちゃう。そしたら1年以内に使っていなかったとしたら頑張って手放してみようよっていう感じで、なるほど、はい、次の障壁を設けてあげるともうちょっと頑張って手放せるかもしれないなと思うので、2段階で聞いてあげるのがおすすめです。なんで1年に使いますか？なんでだろう、分かりやすいっていうのもありますし、確かに分かりやすい。僕の経験上1年使わなかったものを使い出すかって言ったらもうほぼほぼないなっていうふうに。確かに季節を一周して、もうなお使わなかったってことは必要ないんじゃないってこと。そうですね、確かに必要になる可能性はだいぶ少ないんじゃないかなと思うので、1年使わなかったら生活に支障出ないから安心して手放してくださいって言えるかなと思ってます。確かに。じゃあ次、はい、ルール3つ目、これはもったいないっていう気持ちに対して聞いてほしいんですけど、買い直しコストはいくらですかって聞いてみる。もったいないなって全部を許しちゃうとやっぱなかなか物って捨てられないので、これをもし買い直すとしたらいくらかなって考えてみて、まずは1000円以内のものに関しては使ってなくてもったいないなって思ってるものは手放しちゃってください。失敗してもまた買い直せばいいですよね、1000円以内の。そうですね、お金じゃないとは思うんですけど、でも例えば1万円のものを手放して後悔したとしたら、結構立ち直りづらいと思うんですけど、1000円以下のものだったら勉強代だって思いやすいと思いますし、僕の経験上もったいないと思って悩んでるものって手放してもほぼほぼ後悔しないので、まずは1000円以内だったら頑張って手放してみるってことをしてもらって、手放し慣れしてもらいたい。なるほど、トレーニングなわけですね。そうです。何も捨てられないと手放すことになれられないから、まずは今使ってないものは手放そう。だけどなかなかもったいないって思ってる。そしたら1年以内に使ってなかったら頑張れ。買い直しコストが1000円以下だったら頑張れって言って、自分の中で頑張りやすくするためにその3つのワードを言ってあげると案外手放せるし、大抵経験上悩んでるものは手放して全く問題ないので、そうなんですよね。その自分にこう勇気を出すために冷静になるこう客観的な数値を自分に問いかけて手放しやすくするっていうのが誰でもできやすいかなと思って。本当ですね、はい、結局もったいないとかそういうものって感情だから、感情に対してはこう数字で区切ってあげると迷わなくて済んでいいですね。冷静に判断できると思います。もうめっちゃ参考になる基準をありがとうございます。今日はねその基準で捨て活していきたいなと思うんですが、ちなみに私もね捨て活の悩みいくつかあるんですが、ちょっとそれもしんさんに質問させていただきたいと思います。まず私普段使わない日用品もいつか使うかもと思ってなかなか決心がつけられないですよね。例えば文房具とか掃除用具、あるあるですね。そのしんさんはどうしてらっしゃいますか？なるべくそのさっき言った3つのルールに従って手放すようにしてるっていうのもありますし、おすすめのゲームが2つあります。お、聞きたいですか？ゲームですか？ゲームですか？はい、おすすめゲーム1個目が仮手放しゲーム。これはよく聞くと思うんですけど、保管ボックスを設けてそこに仮手放しをするっていう、まあゲームって言った方がなんかキャッチーで楽しいかなと思ってゲームって言ってみたんですけど、要は捨てるのが心配、それってやっぱ後悔したくないっていう気持ちがあると思うので、もう実際に捨てなくて大丈夫です。ただ仮手放し生活をしてみて、あ、全然大丈夫じゃんって実感するっていう経験をしてほしいので、仮手放しゲームをおすすめしてます。そしたらなくても大丈夫だって納得して手放せる。おっしゃる通りです。もう明らかになくても大丈夫だったって経験をした後に手放せばいいので、心理的ハードルは低いと思います。なるほど。もう一個のゲーム教えてもらえますか？はい、ぜひ知りたいです。はい、それは、特に日用品に僕は使ってるんですけど、一度使い切ったら買い直さないゲーム。なるほど。はい、これは結構習慣化してて、はい、なんかね、日用品とかで特に必要だと思って使ってるものとか、必要そうだから手放せないってものが多いと思うんですけど、そうなんですよね。案外手放してみちゃったら別になくても生活できることが多いなって気づいてから、とにかく使い切ったら明らかに必要なものはもちろん買い直しますけど、どっちかなって悩んだものは一度買わないで生活してみてほしいです。そうすると別に支障がないことに気づいたり、案外代用品が家に眠ってたりとか、全然私の生活にいらなかったみたいなことがあるので、一度買い直さないゲームっていうのもいつか使うかもって思ってる人に対しては、そこから手放すことに慣れてみてもらうのもおすすめです。なんか新たな
いらないものが見つかる、そんな発見がありそうですね。で僕は結構ミニマル生活マニアなんで、はない中でどうやって生活できるかなって試行錯誤するのも全然嫌いじゃないんですよ。逆に面白いくらいな感じで。ただ支障が出たらもちろん買い直して全然いいんですけど、意外になくても工夫次第で楽しく生活できるなと思ったら物に依存することが減って部屋もすっきりしていったりするので、ぜひおすすめしたいですね。ぜひ実践はいしてみたいと思います。はい。あとこれが一番の悩みでもあるんですけど、使ってないもらい物がどうしても手放せなくて、申し訳ない気持ちがあったりとか、本当に捨てていいのかってすごい悩んで手放せないんです。いただき物だともうとにかく捨てづらい。捨てづらい、なんか申し訳ないなっていう気持ちが勝っちゃって残すんだけど、やっぱ使ってないものだからずっと残るんですよね、使い切れなくて。そういうものの踏ん切りがつけられない、悪い気がしてしまって踏ん切りがつけられないっていうのがすごく悩みなんですけど、でそうするとどんどん人生を重ねるにつれてどんどん溜まってっちゃって、これからどう区切りをつけていこうかすごく悩んでるんですけど、しんさんはどうされてるのかなと。そうですね、基本的には最初に言ったルールに伴って、1年ちょっと使えなかったなと思ったら手放しちゃっていいと思うんですけど、その時の罪悪感を拭う方法として僕がもらったのは物もそうなんですけど気持ちだなっていうことを自分自身にはよく言うようにしてます。なるほど。物を人に送る時って基本的には喜んでもらいたいなとか日頃の感謝の気持ちを届けたいなと思って人に送ることが多いと思うんですよね。っていうことはその気持ちさえ受け取ってもらえれば僕は全然幸せなので、じゃあ僕もそのものをもらった時にその人の優しさをしっかり受け止めて感謝して、でもそのものが自分の暮らしに必要じゃなくなってしまった場合はその感謝を忘れずにそれは手放してもいいっていう風に自分でこう割り切ってあげると、ちょっとそのものにあまり罪悪感を感じずに手放すことができるかなと思ってます。物の価値ではなく気持ちへの価値を一番に受け止めて分けて考えるってことですね。そうですね。物として取っておくことにあまり執着せずに、僕の捨て活動画ではよく言うんですけど、心にメモリーをってなんか聞いたことある気がする結構僕は自分でこれいただき物だしなって思ったら心にメモリーをって言って手放すんですけど、要は心にありがとうとかもらった時の嬉しかった気持ちを心にはしっかり残して、あとは形として残すことにはこだわらずにありがとうで手放すっていうことをさせてもらえると十分なのかなって思ってます。そうなのかもしれないですね、送り手は少なくともそのもので苦しんでほしくないですよね、そうですね。苦しめようと思って送ってくれてるわけでは多分ないと思うので、そうですよね。だとしたら感謝の気持ちを込めて自分の人生がうまくいきやすいように時として手放したとしてもいいのかなって思います。なんか踏ん切りがつけられそうな気がしてきました。優しいですね、ありがとうございます、ということで今回は私の気になる日用品ブースを教えていただいたルールに従って生活できたらなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。頑張りましょう。今回、しんさんと捨て活をしていく場所は我が家の日用品収納スペースです。一番上の主に掃除用具を入れている場所とその下の文具や工具を入れている場所を一緒に捨て活していきます。現状はこんな感じ。すっきりしているようですが、実は結構ごちゃっとしているんですよね。あまり使わないけれど使う時もあるかもと思うものがたくさんあって、なかなかモヤモヤしている箇所でした。さあ、しんさんとの捨て活でどう変わっていくんでしょうか。最初に掃除用具から見ていきます。一つ一つ漏れなくチェックするため、棚の中のアイテムを全部机の上に出していきます。今掃除用具を一旦出してみましたので、分けていきたいなと思います。お願いします。コロコロはたまに使う。で、この洗剤も使う。これは掃除機のフィルターとか使うと。で、このトイレ用のスポンジもたまに使うということで、一旦仕分けてみて、これは1年以内に使ったもの、ちょっと怪しいのをここに貼ってみたので、ちょっと考えながら生活をしていきたいと思うんですけど、これがクイックルワイパーの紙なんですけど、掃除とかにこのクロスは使えたりするかなと思うので、これは使っている、これは使ってるに値します。で、多分これが何ですかそれこれが実はね、そんなのが隠れてたんですね。冷蔵庫裏にこれあって、日常使いしてないんですよね。布巾とかで掃除しちゃうので、
最近いつ使いましたか？記憶にない。ああ、もしかしたら1年以内に使っていないかもしれない。使ってないかもしれない。なるほど。で使うかも取っておいたんですけど、今回のルールはもう思い出させてください。今使っていないか、1年以内に使ったかで、次のルールが買い直しコストは1000円以下ですか？これ1000円以下だと思います。だとしたらもしかしたら思い切ってもいいかもしれない。確かに。で多分これとかで拭き掃除したりできると思うので、これはちょっと今回のルールで手放しですし、言われてみたらいらないけど確かにもうあと2つぐらいですもんね。はい。もう手放しちゃってもいいと思いますし、逆にこれ2個掃除のタイミングで積極的にも使ってもらってもったいないと思うなら、一度買い直さないで生活してみて問題なければ、もうこのモップの本体自体も手放しちゃってもいいのかなって思いました。でも今のペースだと多分使い切れない。一生使い切れない。一生そんなに使ってないんですか？本当に使ってないもん。じゃあ大丈夫だ。大丈夫かもしれない。大丈夫だ。しかもいらない。買い直せばいい、ということで手放したいと思います。はい、いいと思います。ありがとうございます。なんで取っておいたんですかね、逆に。掃除用具は必要でしょっていう大きいくくりだったんですね。確かにいるでしょって思って、改めてこれをこう使うかっていうことを真剣に考えたことがなかったかもしれないですね。ちょっと期間で絞ってみると実際使ってないじゃんって冷静になれたってことですね。はい、この基準分かりやすくてお、よかったです。で次がウエスっていうんですかね、はい、予備用のタオルっていう感じで4枚だけ取っておいてるんですけど、はい、ウエスって使います？僕は使わない。どういう時に使うんですか？窓拭きとか。そうですよね。なんかそれこそ僕は何か掃除したいなと思ったらキッチンペーパーとか、こういうものと使い捨てできるから掃除した後の処理も楽だし、結局僕はこういうものを使っちゃうので、ウエスをね使う機会が僕はないなと思って持ってないですね。持ってないですね。ああ、そうなんだ。やっぱ使い古したタオルってもったいなくて。出ましたね。もったいない。もったいない。どうもね。確かに。でも布類ってかさばるんですよね。そうなんですよ。でお片付けサポートで伺っても、やっぱ結構こういう布類を掃除で使うからって言って大量に取っていられる方が結構な確率でいて、で使ってるんですかっていうと、あんまり減らないのよって皆さんおっしゃられることが多い気がします。だからこれを使うことが習慣になってる人はもちろん残していると思うんですけど、掃除の習慣としてこれを使うことが含まれてないのになぜか残しちゃうっていう人もいらっしゃるみたいで、ちょっと自分は本当に使ってるのかっていうのを考えてみるといいかもしれないですね。私も掃除の習慣的には、はい、今ここに使おうみたいなところに一つも浮かぶ欲しいって言うなら窓拭き、はい、窓拭きをじゃあ明日しましょうってなった時に、これ使いたいって思いますか？これでいいやって思った。なるほど。ってことはなくても困らないものってことですね。ああ、なるほど、お試しということで、完全になくす勇気はちょっとまだ決心ついてないんですけど、1枚だけ残してみようかな、いいと思いますよ。思ってるんです。これもまた一つの手ではありますか？いいと思います。はい。じゃあこれはちょっと1個だけ残して3枚捨てようと思います。これももったいないという気持ちがあるってことですか？そうなんですよ。なるほど。なるほど。まあね、でも使えるものだから何もせずに手放すのは後ろめたい気持ちはわかります。汚れ物とか一気にこぼしちゃった時、いざって時に使うかもしれない。でも買い直しコストは100円か。タオル100円。悩面白いですね。リアルですよ。こんな感じです、いつも生活って。なるほど。こんなことでくよくよ悩んじゃうんです。いやでも僕も自分のものだったらそうなりますよ。全然なるのでいいと思います。でもなんか捨てることは目的じゃないんですけど、ちょっと収納を楽にしたい気持ちがあるので、確かに全部手放してみてもありだな。なかったらこれを持つっていうタスクは人生からなくすことができるので、そんなに買い直しコストがかかるものじゃなければ頑張ってみてもいいのかなとは思いました。もうすでに体拭くタオルいっぱいあるから1個使っちゃえばいい。タオルは多分溢れ出てくると思うので大丈夫な気はします。なんかウエスは持っとかなきゃいけないってね、固定観念がかもしれないので。でも使ってないですもんね。使ってないんですよ。全然、だから別のもので掃除する方が自分は好きなのかもしれない。じ
じゃあこれは大丈夫です。処分で。はい。ありがとうございます。はい。でもこれ減ったら結構収納またすっきりしますよね。本当にそうです。いいじゃないですか。結構はい。で、なんだそれ。滑り止めリアルですね。リアルだね。どっかに使うか、あとちょっとだけ余って、うん。まあ滑り止めどっかに使うかな。はので、多分かれこれ1年あ。もう1年経っちゃった。経っちゃったかも。滑りを止める役割をこの子は1年以上待ってると。はい、どっか可能性はあるんですか？滑りを止めたくなりそうな場所は。またそうなので、大丈夫です。処分したいと思います。はい、いいと思います。そして僕はこれだけを手放して、はい、本当に必要なものをすっきりしました。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、奥に物がなくなっていました。すごい、全然違う。すっきりしましたね。すごい。おお、掃除欲すごくすっきりしました。全部ワンタッチで取り出せるようになりましたね。すごい。タオルって邪魔だ。ではこの調子で下モダン行ってみたいと思います。続いてはこちらの文具と工具エリアの捨て活をしていきます。一旦使ってるもの、そして使ってるかなというものを分けてみました、はい、なのでちょっとこっち側のもの一個一個相談してみたいと思うんですけど、まず文房具ご相談したくて、はい、文房具ってしんさんどれぐらい持ってますか？ボールペン1本かな。定規もないし、ハサミはあります。ハサミとボールペンです。私今いっぱいあって、はい、ここはあんまり使ってない自覚があるんですけど、はい、すごいボールペンいっぱいありますね。やっぱそうですよね、うん、手で書くことってあるんですか？外国勉強するので、はい、勉強の時に使うんですけど、はい、いろいろ踏ん切りつけられないものがあって、はい、例えばこういう筆ペンこの間友人の結婚式、なるほど、その時に使ってまた使うかもなって取っておいてるんですけど、いつか使うかもの感じでアイテムでも使う予定全然ない、そして1000円以下買えるから、でもこういうものを手放せたらすっきりするんだろうなと思いつつ、こういうものがどんどん溜まっていくんですよね。そうなんですよね。なんか見てくださってる方も、いやもったいないし残しとけばいいじゃんと思うかもしれないんですけど、そういう2群があることによって2群がどんどん積み重なっていくっていうのがあるんで、どっかで線引きしちゃうと気持ちいいは気持ちいいですね。ちょっと今回ちょっとプロミニマリストの方の経験を受けてみたいので、ちょっとこれ一回プロの世界に行ってみたいな、本当プロミニマリストになりたいので一回手放してみようかなと、もう近々予定はないですか？大丈夫ですか？ないです。予定はないです。いいんじゃないですか。必要な時に必要なタイミングで用意すればいいし、最近はもう買うタイミングで書いてくれたりするサービスとかもありますからね。そうなんだ、はい、じゃあこれはちょっと一回手放しちゃおう、やってみよう、やってみましょう。もったいないと思って、それが積み重なってそうですね、一生減らないお部屋になってしまってるので、2軍は一旦手放してみましょうか、ということで手放したいと思います。はい、しんさんに声かけもらいながらやると、勇気が湧きますね。嬉しいです。捨てる勇気。よかった。で、しんさんはボールペン1本ということで、すげえなとか思いつつ、シャーペンは？シャーペン使わないんですよね、僕。確かに。ボールペンで十分なので、ボールペンしか持ってないです。シャーペン限定の場合もなきにしもあらず。1年以内にそんな機会ありました？なかったんですよ。しかもいいんですかそれ？なぜこれがあるのか自分のじゃないんですか？自分ではないです。いや、あるあるですよね。があって、どう考えても一軍ペンじゃないですよね。そうですね。いろんな考え方があると思うんですけど、まだ使えるものなんで残しておいてももちろんいいと思うし、逆に今使うものだけにしたら、もうこれ例えばね、曲に行ったらこれだけになったらもうこれもいらない、このまま何かを書きたい時はこれだけっていう状態なんですよ。我が家は楽です。それもそれで、かっこいい。シャーペン必要なら、もうちょっとお気に入りのもの買ってもいいんじゃないですか。確かにこれはいいかもしれないですね。なのでなんかシャーペン1本はいるでしょって思ってたけど、使ってないし、使う予定もないし、好きなものでもなさそうなので、これは手放していいと思います。いいと思います。でマッキーは
マッキーは防災リュックに入れてあるんですけど、はい、災害時に布テープも、止血用に防災リュックに入ってて、で布テープにマッキーでこう連絡先とか緊急のものを書いて家に貼ったりとかできるっていうのを聞いて、それは便利だなと思ってマッキーと布テープは防災リュックに入ってるんですけど、そういう使い方がある。まあ結構マッキーってほとんど使わないですよね。引っ越しの時とか、まあでもそんな稀な機会のことは僕はあんまり考えて物は所持しないようにはしてるんですけど、でも防災リュックに入れておくっていうのもおすすめかもしれない。防災リュックに入れてみようかな。いいかもしれないです。一回入れてみて、また防災リュック見直しの時に考え直します。はい。でこれじゃあ取っておく。で私勉強するので勉強用のフリクションペンが必要なんですよ。いいですね。で今2つ持ってるし、返しもいっぱいあるみたいな一生使い切れない量のフリクションペンを持ってまして、どうしたもんかな。どうしたもんか1本でいいんですよね。はい。使いはする。やっと使いたいって言葉が出てきました、もちさんから。もう使いたいものを削るっていう感覚よりは、使いたいものを選び抜くっていうような視点でものと向き合ってあげると。だから減らすじゃなくて選ぶなんだ。そうですね。何が必要かなって考えて、自分にはじゃあシャーペンが必要だと思ったら、じゃあどれを選ぼうかなって選んで、それ以外はおさらばっていう考え方にすると、ちょっともったいないは軽減するかもしれないです。何を使いたいですか？今年何で勉強したいか今決めちゃってください。多色で勉強したいです。いいですね。なのでこれを取っておいて、スリムは手放そうと思います。いいと思います。はい。インクは本当に減らない。いつ最近買い直しました？はい。2、3年。いやでも本当に減らないですよね。結構会心使うタイミングってあんまりないなと思うので、残すとしても予備は1個でいいと思いますし、予備を取っておく必要はあるのかって考えてみて、いらなかったら手放しちゃってもいいと思います。すっきりはさせたいです。奥さんはやっぱりいらないので、どういう結論にしたら自分が納得いくんだろう。もちさんはなんでミニマリストになりたいんですか？片付けが苦手なので、管理するものの量を減らして楽になりたい。なるほど。でごちゃごちゃしてるだけでパニックになっちゃうから、本当は全部シンプルにしたいんです。もったいないの気持ちが邪魔して、いまだにスッキリはしてるけど、本当にミニマルかって言われるとちょっと違うよねっていう感じですね。もう今そんなにすごくたくさん持ってるわけじゃないので、管理負担がむちゃくちゃ多そうとは感じないんですよね。だから自分の線引きの基準をどこに置くかっていうのは、自分がどこが心地よいかで決めちゃっていいと思うんですけど、もちさんはその軸が今まだないような感じはすごいします。だからこういうので迷っちゃうの。そうです。多分ミニマリストぐらいちょっとすっきりしたものに憧れる気持ちもある、でももったいないなと思ってる気持ちもいるし、そこまでいかなくてもいいんじゃないかっていうもちさんもなんかいらっしゃるような気がして、どこにしたいかが決まってないから、どこに着地しても多分永遠にモヤモヤしますだから自分で一回どこを目指してやってみようって決めて、どれを選んでも別に不正解でもないので、自分がやりたい形を実現させようって、もうちょっと具体的にイメージしてみたらいいんじゃないですか。理想の小物たちはどんな状態？一回結構減らしてみたいんですよ。ペン1本置いてあるとか、すごく羨ましくて、なのでそれを目指して、できれば思いっきり減らしたい。一回体験してみたいってことですね。そうです。なのでこれはいいやなんかいい気がしてきた。じゃあこれはもったいないけどもうしょうがない。自分が目指したい未来があるんで、多分変えもまた何年もかかっちゃうので、手放す。そうです。どっちを取るかですね。もったいないし、もちろん物を大事にした方がいいっていう価値観もあると思うんですけど、すっきり暮らしやすい状態の方が自分が心地よいと思うんだったら、その未来はもったいないを手放せばつかめるので、今日はつかみに行く日にしましょう。頑張れ。で、ペン2本。これはボールペン1本。いただき物で出た。でもできれば使いたい。これを取っておく。僕の顔色を伺ってます。見えてないと思うけどじゃあこれを使うっていうことですね。これを使います。ということは水色と茶色は使うんですか？今使ってますか？使ってない。次1年以内に使いましたが？使ったかもしれない。いいですね。いい感じです。買い直しコストは1000円以下ですか？1000円以下です。じゃあ基本的にはそんなに後悔はなさそうです。もし仮に手放したとしても。で、あとは別にもうこんなの捨てても捨てなくてもどっちでもいいので、もちさんはどういう暮らしを手に入れたいですかっていうところ。要はもちさんは物を持って
これ手放すか手放さないか悩む時に考えるのは、もったいないかもな、何か使えないかな、後悔するかなが先行してるんですけど、何のために今捨て活をしてるのかって言ったら、自分の理想の暮らしを手に入れるために物の管理負担を減らそうともちさんは頑張ってるんですよね。その未来を手に入れることとこれを残すこと、どっちがいいのかっていう、もうちょっと視座を広げて、自分の理想の暮らしを手に入れるためにこれを残す価値があるのかっていう視点でちょっと考えてみてください。身軽になりたい。多分後悔しない気がします、はい、後悔してるの多分今だけだと思います、もう顔はね、もう映せないのが残念なんですけど、手放したいって顔してるもったいない部分がすごくて、ちょっとこれは手放してみたいと思います。もちさんは物持っちゃうともうもったいないがもう先行して、本来何のために手放すかっていう目的がちょっと見失っちゃってます。大丈夫です。で、ハサミはめちゃめちゃ高い。いいですね。ほら、わかりました皆さん。これが必要なものの持った時の反動です。一瞬悩まないですよね。はい、これが必要なものです。はい。で、シャーペンの芯いらなくなりました。はい。ホチキスはいるんですけど、糊2つあるんですよね。おお、微妙なサイズ違い。外出先で足りない時に買い足しちゃう。はい。もったいないですね。そうなんですよ。糊全然使わない。じゃあ聞いてみましょうか。1年以内に使えましたか？1個使いました。2つある必要はないってことか。ない。はい。これどれくらいの頻度で使ってます？そんなに使い切っちゃうスピードが速いとかだったら。半年。ってことは多分この2つを使い切ろうと思ったらもちさんは多分生涯使えそうですよね。一生なかなかね。ぐらいの今のライフスタイルだったらかもしれないですね。そしたらじゃあちっちゃい方1本でいいのか。なんか使い切らなきゃ物に申し訳ないってすごく。いや気持ちはわかります。1本でいる方が自分のためにはなりそうです。そうですね。身軽に生きたいというなので、はい、ちっちゃい1本だけと思います。大きい方は手放したいと思います。なんかその物を使い切らないともったいないって気持ちすごくよくわかるんですけど、その時に僕が結構自分に言ってあげてたのが、物を厳選して管理してるからこそ物を大切に扱えるようになったなってすごい感じるんですね。なので2軍が多い方がフラッと買っちゃったりとかして結局物を無駄にする機会が僕の場合は多いなって感じるので、もしかしたらちゃんとこの1個限定することによって今後物を大切に使うっていう習慣に変わってくれるかもしれないので、今回は環境を整えるためにこの子には犠牲になってもらったって思ってあげるとちょっと罪悪感が減るかもしれない。はい。これが物を大切にするためのステップ。そうです。そう、もちさんの場合は物が少ないから結構もったいないなって見てる方もちょっと思っちゃうかもしれないですけど、多分皆さんこういう2軍がいっぱい家にあるからどんどん物が増えちゃったりして結果的に物を無駄にしてる可能性は高いので、1軍だけで管理して物を大切に扱う環境を作ってるんだって思うとこういうものは思い切れるかもしれない。はい、めっちゃ参考になる。ちょっとこの調子で頑張れ。これ本のしおり可愛いけど本にしおりを挟むことはあるんですか？使った記憶がない。手渡します。はい、いいですね。判断がスムーズになってきました。消しゴム使ってないです。はい。シャーペン捨てちゃいました。はい。手放したいと思います。はい。こうやって2軍のもので2軍のものが増えていくから結果的に人ってもの増えちゃうので、1軍だけにすると結構どんどん紐づる式に物は減っていきます。はい。シャーペンの芯もそうです。はい。で、コードくくり。おお、地味なの残しましたね。4個セットで。わかる。でも3つ使ったんです。わかるわかる。1個余ったんです。次の時のためにちょっとわかります。はい。次はどこだ状態なんですか？巻きたいコードありますかどっか。探してる。ないですよね。ってことは今は使わないってことですね。これはいらない。大丈夫です。はい。で、マスキングテープがあります。マステ。女性は好きですよね、マステ。そうなんですね。これいただきます。可愛い。マスキングテープで可愛くて。でもこれは私ハラペカワムシ大好きなんですよ。昔はもったいなくて使えなかったです。今使えるようになってきて、1年以内には使ってるので、これは残す。で、もうない捨てます。なぜ取っておいたって感じですね。本当ですね。最後まで使い切ろうって思って。真面目だ。今はこれを使いたいんですもんね。じゃあこれを使うことを優先してあげればいいんじゃないですかね。なんで手放します。はい。で、黒のマスキングテープ何かに使おうと思って一体私は何のために買ったんでしたっけ？何年前ですかそれ買ったの？最近？3年前。今使ったか使ってないから使ってない。1年以内に使いましたか？記憶にない。はい。買い直しコストは
100円。ってことは多分手放しても後悔は少ないです。まさかこれだけ残ると思う。いいですね、嬉しいですね、こっちの方が。お気に入り大事に使ってあげたらいいと思います。これ大切なお気に入りをはい、ここに。これが1軍ってことですね。いいじゃないですか。素敵。はい。接着剤なんですけど、はい一回使っただけでまだ残ってるんですよ。全然減らないな、一生使い切れないなって思ったんですけど、今回の基準だと使わなさそうなので手放したいと思います。はい、いいと思います。嬉しいです、手放せて。いいですね。なんかその気持ちもっと大事にしてあげてほしいです。手放したいなって思ってるじゃないですか。それよりももったいないが勝っちゃうってことは、自分よりも物を大事にしてるってことになっちゃうので、はい、もっと自分の暮らしとか自分のスッキリしたいっていう気持ちを大事にしてあげてください。わかりました。はい。で、S 字フックとあるあるですね。余ったやつ。わかる。次のために取っておいてるんですけど、どう考えても今の暮らしに追加する場所はないので、手放していいと思います。はい。こういうのがちゃんと今使ってるかって考えて、使ってないな、これから出番ないなって思ったものをスムーズに手放せるようになると、物がたまらない暮らしが実現するんで、グレードアップしてます。プロ化しております。もちさんがね。これが余ったヒールフック、ありますよね。使う場所がないけど、わかるよ。そのために売ってるんですけど、ちょっと今回の基準では手放したいと思います。いいと思います。はい。使う予定がない。はい。で、なんかわかんない工具がいっぱいある。あるあるですね。六角レンズ、はい。何個もあるんですか。4本。いや思い出せないんですよね。いやこれ難しいですね。多分タブレットの台とか、この辺だと思うんですけど、ちょっとこれは工具として取っておいた方が。そうですね。残しておいた方が引っ越しの時とかに。でもどこか思い出せない。僕の知り合いの方は六角ついてくるじゃないですか。で何か分かんなくなっちゃうから、例えばテーブルとかだったらテーブルの下にもう貼っちゃうって言ってました。分かりやすいなと思いました。もう思い出せなくなっちゃいますもんね、こうしちゃうと。取ってみましょう。これが分かんない。何ですかそれ。分かんない。何に使ったんだ。こういうのなんですよ。分かりますよ。いっか。僕も思った。いいと思う。こういうのいいんだ。いいと思います。多分こういうのがいっぱいあるからいろいろ貯めちゃって結果的にもうわけわかんないってなっちゃうんで、まあいいんですよ。困ってないんですもんね今。はい、大丈夫。なんとかなります。もし何かネジを緩めたいと思ったとしてもなんとかなります。大丈夫。ありがとうございます。大丈夫大丈夫。で、画鋲とかそういう工具系。なるほどね。持ってますか、画鋲。持ってない。はい。やっぱプロって違う。そうですね。やっぱ使って必要な分使い切ったら、あとは基本的には2軍になってしまうので、予定がなければ手放してすっきりする方を僕は優先してますね。差し替えたりとか、なんかそういう頻度っていうのはあるんですか？今あるものを挿してるだけで、それ以上には使わないんで、こういうスタンバイ状態。なるほど。で、使い替える予定とかも可能性もそんなに高くないっていうことですか？なるほどね。こんなにいらない。この Y 字のこのニトリのフック使えそうにないので、これは絶対使わない。手放します。画鋲。画鋲？はい。使ってるよな。なんで画鋲にそんな執着してるんでしょうね。今使ってるものがあるからそれだけだ。いいのか。手放してみようかな。これを使うことはないってことですよね。今使ってるので十分で、入れ替えたりもしない、多分永遠に使わなそうな気はしますけど。本当だ。そしたら、いるものだけ戻していこう。いいんじゃないですか。頑張れ。厳しめでお願いします、先生。ニトリのピンは重いものかけるのにすごいおすすめ。これはめちゃめちゃ使える。そうなんだ。で、これは無印良品の壁にかける家具のツール残す。で、残りの画鋲とか安全ピンとかクリップいらないっすね。なのでこの2つだけ残します。2つだけだった。いいと思います。すっきりした。こうやってやるのか、ステカツは。ありがとうございます。そう、物持っちゃうとどうしても物の価値を感じて心がもったいないなと思ったらちょっと残そうってしちゃうんですけど、そうじゃなくて自分の暮らしに必要か考えて、必要じゃなかったら物に価値があってもそれは当たり前です。物は全部価値があるから物として存在するんで、そこは基準じゃないです。これが自分軸ですね。そうです。なるほど。やったね。はい。で、なんか奥底から出てきたストラップなんですけど、はい。嵐のグッズが出てきた。そう。気づかなかった。今まで棚にしまったまま捨て活してたので、奥深くにグッズが眠ってることを気づかなかったです。やっぱ出してみるといいんですね。出してみるといいかもしれない。眠ってたぐらい使ってないので手放したいと思います。残念です。
ごめんなさい。はい、心にメモリーをですね。心にメモリーを。はい、ありがとう。ありがとう。はい。ということで出ましたね。これだけになってすごいなんかまとめられそうなぐらいすっきりしちゃった。まとめられそうですね、確かに。もうなんか電池しか入ってない。うん、電池入れにしては立派ですね。ケースもいらないかもしれない。工具は工具でまとめて、そうです。文具とかは文具でまとめたらいいんじゃないですかね。ああ、うん、なるほどなるほど。箱ってしまうためっていうよりは用途分けして整理するためって思うと収納場所は決まってきます。いいじゃんいいじゃん。あ、こうじゃん。おお、わかりやすい。綺麗。工具。うん、やっぱ工具はここですね。はい。じゃあこれは工具入れにしましょう。はい。工具っぽい。はい。工具っぽいもの。これはいるんですか、この箱は。お、あ、でもいいじゃないですか。いい。うんうんうん。あ、いいですね。これでどうだ。これとこれ開けました。おお、2つも減っちゃっすごいた。すごい。こんな感じかな。お、いいんじゃないですか。あ、すごいすっきり。すっきりしましたね。あ、これ減るとすごい違いますね。頑張りました。これが2群を減らすということですね。めっちゃ勉強になります。やった戻してきます。ペン立てと小物ケース一つがなくなり、とってもすっきりしました。よく使う文具はこちらの小物入れ一つにまとめられて、使い勝手もとっても良くなりました。これがミニマリストです。プロミニマリストです。ミニマリストだ。しんさんに声かけをいただいて、これだけのアイテムを手放す決心をすることができました。本当にちょっとスペースだったけど、すごいお疲れ様でした。もうすっきりして、よかった。こうやって手放すのかっていうのが、プロのミニマリストはこういう判断基準なのかっていうのがうん。すごい体験できて、はこれからの私の基準としてもすごい大切にしていきたいなと思わせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。少しでも参考になったら僕も嬉しいです。大変参考になりました。しんさんのチャンネルの方でも私のインタビューとルームツアーが投稿されますので、ぜひそちらも見に行ってください。普段もちさんのチャンネルで見れるもちさんとはまた違った魅力のもちさんを私のチャンネルでは引き出そうと思っておりますので、ぜひ遊びに来てください。ぜひお願いします。ということで、しんさん本当に今日はお越しいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ということで、しんさんとの捨て活動画をお届けしました。しんさんの残すものの基準はものすごく高くって、これが本当の意味の源泉なんだと衝撃を受けました。不要なものを減らすのではなく、使いたいものを選ぶんですという言葉は特に私の中に印象に残っています。今回手放したものはどれも小さく些細なものばかりでしたが、でもそれが積み重なると収納が何個もいらなくなったり、物が取り出しやすくなったり、こんなにもお部屋がすっきりするんだと、これもまた驚きでした。重度のもったいない病を患っていた私ですが、今回一つ大きな心のブロックを壊せた気がします。これからもより住み心地いい部屋にするために、自分にとって何が本当に大切なのか考えながら、また捨て活を頑張ろうと思いました。しんさんとの捨て活が参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。しんさんのチャンネルにもぜひ遊びに来てください。それではやってみよう。やってみようよ。やってみようこれやる？と思います。あ、そこは別撮りでいいですよ。しんさんの出演がちょっと1分後ぐらい。いいです。その方がいいです。 1分後いきなりこいつ出てきたら離脱率が速くなっちゃうから、はい、できれば3分以降にしてあげてください。こんなに綺麗だからな、なんかあんまり捨てさせたいっていう熱が湧かないな。どうしようかな。僕捨てさせる系サポーターじゃないからな。なんかもうちょっと視聴者さんは的確なこと言って捨てさせた方が気持ちいいのかなって思ったけど、いや今の感じで大丈夫ですか？はい、いいんです。ルームツアーが投稿されますので、ぜひそちらも見に行ってください。はい、多分普段のもちさんともちさんのチャンネルで見れるもちさんではないもちさんを引き出したつもりなのであれ日本語おかしい？私が頭がおかしい。バイバーイ。オッケー。